皆さんこんにちは。ギタリストの鴨文義と申します。この動画の半分はお金をかけずに無料でギターのピッキングが上達する方法について解説したいと思います。そしてもう半分はピッキングに関する専門書、ラス式ピッキングという本を出させてもらったんですけども、こういった本ですね。で、このラス式ピッキングの方法と、それからそのピッキングをやりやすくするための練習用ピックというものを今回開発しました。ラス式ピックバージョン1というものです。動画の後半ではそのピックに関する説明などもありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。早速、動画の前半はお金をかけずに無料でギターのピッキングを上達させる方法についてお話ししたいと思います。用意するものはすごく簡単で、ハサミ、それから、コンビニなんかでもらう袋ありますよね。こういった袋、この2つを用意するだけです。この、ハサミでですね、この袋をちょっとチョキチョキ切っていきたいと思います。それでは早速始めましょう。先ほどのコンビニの袋とこのハサミで、ピックを作っちゃいます。特別なことは何もなく、先を切っちゃって、こんな形になりまして、この袋の先ですけども、これで、ピックを作っちゃいます。僕あんまりハサミ使うの得意じゃないんでうまく切れませんけれども、こんな感じでただ切っていくだけです。はい、切ったらこんな形になりました。ちょっとホームベース型ですけどもね、これでピックの形として使っちゃいます。はい、これさっき切ったピックを、持ってますけれども、ラス式ピッキングというのは一体どんなものなのかっていうと、誰でもですね、ギター初めて買った頃にこうギターじゃなくてほうきとかでこうギター弾く振りとかしたことあると思うんですよね。ジャ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 とかギター弾く真似するとすごい快適に振れるじゃないですか。もうこれ何でも弾けそうですよね。ところが実際に弦に触るとその弦の抵抗っていうのが入ってきちゃって、ピックが弦に突っかかっちゃってうまく弾けないっていうことがあるわけですよね。だからラス式ピッキングっていうのは別に早く弾くとかどうのこうのっていうのはあくまでもそれは副産物としてついてくることであって、一番の本質っていうのはこの空中で弾いてるこの快適な感じが弦を弾いた時にでも同じようになればいいなって、そういうものがラス式ピッキングというものなんです。それでこのコンビニの袋で作ったこのピックっていうのが役立つんですけど、これタダですからね。これね、コンビニで買い物すれば無料でついてくるもので、これで練習すればいいわけですよ。ここ空中で振ってれば快適に振れるやつを、これをコンビニの袋ピックで弾くと、例えばこういう感じで振れるわけですよね。素振りの状態から素振りの状態からこのコンビニのピックをこう当ててくるわけですよ。素振り当てる素振り当てる素振り当てる素振りという感じで鳴らしていけばいいわけです。ところが残念ながらこれピックが曲がっちゃうんで、これほとんど音にならないというか、全然音にならないんですよね。ですから音にならないから困ったっていうと、これでもこれ練習のためにやってるから全然いいんですね。これ素振りして当てる素振りして当てるってことをやって、で、ピックをだんだん厚くしていけばいいわけですね。でそうするとだんだんいい音になってくるというわけです。でそれとともに理論的にこのピックだったらくにゃくにゃ曲がっちゃうから弦の抵抗ほとんどないけれども、ピックが厚くなればなるほどある場所からやっぱりピックが突っかかるっていうことになってくるわけですね。でそのピックが突っかかるって言った瞬間のところで、力を抜く練習をしていって、ピックがね硬くて弦に突っかかっちゃうから、こう手首にグッと力入っちゃったりとか腕に力入っちゃったりとか、それから肘のこういう上下でこう弾いちゃう、腕振りって呼ばれる状況で弾いちゃうのをリラックスしたまま弾けるように練習しましょうっていうのがラス式ピッキングの基本的な考え方になるんです。はい、今回ラス式ピックバージョン1っていうのを作ったんですけども、さっきの袋から作ったピックで
練習していって、だんだんピックがその袋もね、素材が厚くなってきたところで、このラス式ピックバージョン1っていうのを使っていただくとですね、弦の抵抗を逃がして、オルタネートピッキングが非常に弦の抵抗を逃がして弾けるようになっていて、しかも音がしっかり出るのでフレーズの練習になるのと、あとこの素振り動作、エアーピッキングをした時の動作と実際に当たった時の動作の差を埋めていくことができるピックなんですね。例えばどんな練習すればいいのかというと、例えばね、カッティングの練習とかして、ここでこう素振りするじゃないですか。この素振りのこのイエーイっていうこの快適のまんまカッティングができたらいいなとしますよね。でところがこのラス式ピックバージョン1を使えば、ほとんどこう当たった時と素振りをしてる時の差がない状態で振れるから、非常にこのピッキングのリラックスした状態をつかむことができるわけです。ほとんどこの素振りの時と当たった時の感じっていうのはほとんど一緒で、しかもちゃんとカッティングとしてちゃんとして演奏もできるので、練習になりますということですね。歪んだプレーや速いプレーにおいても考え方は全く一緒になります。こう素振りをエアーピッキングを基本として、このエアーピッキングのまま弦に当てていくことを考えます。エアーピッキングして当てたらすぐ離していくといいです。この素振りをした時と当てた時の差がなるべくなくなるように練習していくわけですね。素振りして素振りしてもちろん腕をこう固めて、ね、こういうふうな痙攣させる弾き方、弾くことが悪いわけじゃないんですけども、これ人によってはですね、ちょっとここ痛くしちゃったりとか怪我の原因になることがあったりとか、こう疲れるんだけどこう向き不向きがあって意外と疲れる割にはスピード上がらないっていうこともあります。あとやっぱり痛くなっちゃったりとかしますので、楽しくギター弾いていただきたいというところで、なるべくこう力を、抜いてリラックスした状態で弾いていただけるということを目的として、ラス式ピッキングという方法、それからそのピッキングをやりやすくするためにラス式ピックバージョン1というものを作りました。このピックを使うと非常に最初はね、コンビニの袋で練習するところから始めましたけども、そのピック自作のねナイロン袋で作ったピックとはお金かからないけれども、このラス式ピックっていうのは使うと実際に音を出して、今日はラス式ピックバージョン1でフレーズ弾いたんですけれども、音出して弾いてフレーズ練習にもなりますので非常におすすめです。このピックやこの奏法を使って皆さんのギターライフがハッピーになることをお祈りしております。鴨文義でした。どうもありがとうございました。